もう最悪、本当に泣きそう。ねえ、今最悪のことが本当に起きて、もう私の大事なジュエリーたちが盗まれました。でも自分にもイラついてきましたね。もう全部説明すると、7月のポップアップに販売するように製品とかサンプルとかいろいろ上がってきたから、それをシルバーにする工場に委託してるんですよ、いつも。だからそこに出してたのね。でそれが、何日に届きますってなって、その届く日が東京にいる時だったの。ちょうど東京に行く日とかで、4日間ぐらいここアトリエを開けるっていう状態だったんですね。でも今まで取られたことないし、取られるような場所じゃないんです。ここはなんか隠れてるっていうか、あんまり分かりづらいし、大丈夫だろうみたいな。そうで、ビルなんですけど、でそこのビルにいる人もいるんだけど、全員顔見知りっていうか、なんかちょっと挨拶とかをしたことがあって、どんな人かも分かってるし、大丈夫だろうと思って置き配にしてたんですよね。で型数もなんか結構多くって、その量産したのをめちゃくちゃ量産したから、それを頼んでて、でその4日後に帰ってきて、よし作ろうと思ってついてみたら、オディエよみたいな、オディって感じ。製品がなかったんです。disappear。 なんか不在票もないし、まさかってなってて、で追跡見たんですよ。追跡メールでその番号が来るから、問い合わせので見たら、もうついてる、到着済みってなってるんですよね。ついてないんだけどみたいな感じになっちゃって、でヤマトに連絡したのね。ついてないんですけど、ついたってなってますって。じゃあ、ちょっと調べますねみたいになって、で調べてくれたら、でドライバーさんと電話つなげてくれて、ドライバーさんから電話来て、でそのドライバーさんも置き配私のところに来たことも覚えているし、そこのなんか私のこの周りの管轄で、そこら辺にいつも届けてるから絶対置きましたみたいなっていう風に言われたのね。もう取られたしかないじゃん、そんなドライバーさんが届けてるんなら。もう絶対届けたっていうの、その人は。そうで、お前が取られたわと思って、部屋のところまで映してる監視カメラがなくって、で警察に被害届出してもやっぱり特定しようがないと、監視カメラがないから。私被害届とか初めて出したんですけど、その今の捜査状況どうなってますかとか、今どんな感じで進んでますかと、ここの監視カメラ一緒に見たいんですけど見れますかとか、なんかそういうことはできないらしい。一切答えれないって言われちゃって、それはもうルールだから仕方ないのかもしれないけど、なんかね、操作してるかしてないかもわからない私の状況で、犯人がもし見つかれば連絡してくれるらしいんですよ。それまで私はじゃあどうしたらいいんですかって言ったら、待つしかないと言われちゃって、それで今って感じ。結構オーマイガーな状況なんですよ、本当に。ポップアップで置く商品がなくなるという、ないかもしれない、本当に。もうね、あと3週間ぐらいでポップアップなんですね。3ヶ月とか4ヶ月とかかけて作ってきたその製品たちが全部取られちゃってないので、絶望の危機今で、全てが盗まれたわけじゃないので、商品がゼロなわけではないのね。あるのけど新作だとか本当にもうないんです。もう動画撮ってる間に作れよとか思う人もいるかもしれない。作りますよ、けど言わせて、本当に撮ったやつ本当に許さないから、マジで。今までこうスムーズにいろいろやれてきて、私本当にこういう経験もしたことがないし、なんか嫌な経験とかしたことがないんですね、あんまり。だからそういう経験一回しろよっていう神様のお告げなのかもしれないとか思ってるんですけど、この時期が時期だし、もうちょっとね、先月とかだったらまだね、間に合うわって思うかもしれないけど、もう考えれば考えるほど鳥肌立つ。でも私も悪いんです。だってそんな大事なものを4日間も置き配にして放置してたんだからさ、私も悪いの分かってるんだけど、分かってるよ、そんなの分かってるけど、じゃん、このビルにいる人を疑うしかないんです。もうこうなれば疑いたくないんですけど、で
まあそんなことするような人にも見えないですし、まあなんかちょっとねたまにあったりするし、疑いたくないですけど疑わざるを得ないというか、お金はいいとして物がないっていうのが本当にやばいの。ポップアップがまずできないんです、犯人さん。本当についてないよ。今日行こうと思ってところが今日だけ定休日だったりとか、2軒目のその私が行こうと思ったディナー行ったらまた定休日だったりとか、その日だけ。いつもやってんのに私が家から出た瞬間雨降ったりとか、ありえないよね、最近ほんとついてないんだけどみたいな。でしかもさ、私のここのアトリエには階段があるんですけど、階段登る時にこけたんですね。で通られるし、最近漏れないし、東京帰る時に新幹線乗った時にすっごいニンニク臭い人が横だったりとか、もう本当に嫌なんです最近。もう悔しいです。作るしかないんです。頑張って作ります今から本当に、助けてよ助けてほしい。絶対に置き配はしない。もうみんなも気をつけて、絶対に置き配はしない。置き配ボックスみたいなのがあればいいんですよ。けど私のとこないから、もうそのまま玄関にポイって感じで置かれてたから、それは絶対ダメです。絶対ダメ。だから近くのコンビニだったりとか、対面で受け取るとか、もうそういう風にしないと。対面も危ないですからね。大和の人がこの前セクハラしたみたいな、大和じゃないかどっかわかんないけど、どっかの人がなんかセクハラしたみたいな、魔が差したとか言って、そういうこともありますから、やっぱダメです。もうなんかもっと楽しい動画を撮りたかったんですね本当は。今日なんか人生で初めてなことやってみたみたいな、もういろいろしようと思ってたんですけど、無理です。無理。もう早く作らないとっていうのに衝動に駆られてるので、もう早く作ります。はい、作る姿どうぞご覧ください。もう見て、なんか頭に浮かんじゃって新作できた。かわいいバングル、かわいくない？せっかく撮られたし、この機会に新しいの作ろうと思って作ってみた。明日師匠のところに行って、ちょっと残ってるサンプルとかがあるから、それでまたそれを量産できるようになれるか、量産できるかっていうのを聞いてみて、とりあえず明日師匠のところに行ってみる、助けてくださいという風に、なんかいい方法はないか、時短でできるっていうか、作り直さなくてもいい方法はないかっていうのをちょっと師匠に明日聞きに行きます。はい、今ね夜中の2時半ぐらいなんですけど、ラーメン食べたい。彼氏誘ったけど、もう多分なんか寝るみたいなもう寝るとか言って食べに行ってくれないから、お疲れ様。顔やばい顔がやばいんですけど、とりあえず仕上げたので、仕上げたというか一から作り直したんですけど、やっと半分できました。なのでとりあえずその半分だけ送ろうと思って、またシーバーにする工場にで送る作業を今日中にやって、明日届くようにしてみたいな。ちょっとお腹空いたから今からモーニングでも行きます。そして寝てまた朝一起きて発送してきます。モーニング行きたいんだけど、今6時15分なんですよ。で中途半端で7時からしか空いてないっていうね、どこも。だからちょっと待つか、もう帰ってなんか適当に食べるか迷ってる。私こんな6時に起きてることとかあんまないからさ、モーニング食べたいじゃん。今アドレナリンが出てて、すっごい本当になんかオールした気分じゃないんです。まだ夜中の2時みたいな気分なので、モーニング食べたいの。だから待つね。ここら辺がちょっと黒いんですけど
磨く作業するときに研磨剤を使うんですけど、それがいっぱい顔についてめっちゃ黒くなってる。あなたのそばで声を聞いてスワッグ。あと1分でモーニングが開きます。こんなにモーニングのために待ったの初めて。人生初。てか前髪やばい。もういい、なんでもいい。多分オールしたからあれ口内炎できた。こんなに優雅に朝食を食べてるんだけど、頭の中はすごい焦ってて、もうどうしようみたいな、間に合わなかったらどうしよう、これがまた置き配して盗まれたらどうしよう、まあ置き配はしないんだけど、なんかあれで届かなかったらどうしようとかすごい考えてて、このモーニング食べてる間もずっとで、この1.秒ですね。今これ結構カットしたから短いんだけど、もう5分ぐらい1.秒でした。リアルに本当にえぐい。8時半なう。10時からね発送できんのね。荷物迷うな。起きるか、起きて今のうち行っとくか、ちょっと寝てから行くか。お風呂入って今から先にもう10時になるから荷物届けて、その後に爆睡したいと思います。何これ。1階でございます。おやすみ。この日は速攻師匠のところに駆け込んで助けてくださいという風に言ったんですね。じゃあ、師匠が私では思いつかないようなことをいろいろ教えてくれて、こうしたらこうなるよとか、こうしたらもっと良くなるよみたいな、時短でできるよっていうか、なんか私は全部一から作りきでいたけど、ここはこうしたらちょっと形は変わるけどいいんじゃないとかいろいろ教えてくれて、もう本当に師匠って感じ。そうで助かりました、本当に。でまだ作業自体は終わってはないんだけど、いろいろ師匠のおかげでいろいろ進めれました、なのでそういう感じ、本当に師匠って感じ。最近は結構もう自分でできることが増えたから師匠のところに行くことは減ったんだけど、最初の3ヶ月とか4ヶ月ぐらい彫金始めたての時は師匠にお世話になってて、毎日通ってたので、毎日通ってる人そんなにいないみたいな師匠から言われて、大体みんな週1とか、経験ある人が多いから、月1とか、なんかその新作作りたい時に作りに来るみたいな。でも私全然無知の状態で行ってから、そう3ヶ月か4ヶ月ぐらいもうずっと毎日本当に通ってたんですね。そういう師匠で、やっと親離れというか師匠離れしたのに、またお世話になりました。これからもお世話になります。よろしくお願いします。本当に彫金界の親鳥と小鳥的な感じで、はい